ちは、ずんだもんなのだ。今回の動画はエクソシスターの実践編なのだ。いろんな対戦動画を見ながらどういう勝ち方を目指すべきなのか学ぶのだ。動画の最後には僕のエクソシスターに対する構築の考え方を示すので、ぜひ参考にしてほしいのだ。それでは早速始めていくのだ。さあまず1戦目、こちらが後攻のスタートなのだ。手札誘発は包囲だけなので、どこに打つかは慎重に選んでいくのだ。相手はエビルツイン。ここで包囲を打っても1交換にしかならないので、まだ取っておくのだ。ブルーも裏目が多いからスルー。できればギガンティックに打ちたいんだけど、この後レッドとキャロットを出されて誘発をケアされてしまうのだ。ただあまり問題はなくて、自分のターンにも打てるのが包囲の良さなのだ。ここでギガンティックに打っても無効にされるだけなので、包囲は自分のターンに打つ方針にするのだ。この後は相手が展開するだけなので、ちょっと早送りするのだ。さあ僕のターンなのだ。マスターデュエルのスプライトは妨害が少ないので、この手札なら十分に返せそうなのだ。とにかくマルファ効果を通したいので、包囲2枚で効果無効していくのだ。もし包囲がキャロットで無効にされたら、今度は参戦の際が通るので、どちらにせよ戦えそうなのだ。レッドが無効化できたので、マルファの効果から展開していくのだ。ここで相手はスマッシャーズの除去を打つけど、スマッシャーズで墓地のカードをコストで除外したので、エクソシスターの固有効果が発動してしまうのだ。この辺りがエクソシスターがスプライトに有利に戦えるポイントだと思うんだけど、とにかくマルファの効果によってミカエリスをエクシーズ召喚するのだ。ミカエリスの効果でエクソシスターのサーチ効果を使うのだ。相手がキスキルの効果を使ってきたので、こちらもミカエリスの除外効果を発動。ここ相手がディーラを蘇生すると思ったら、ディーラはスマッシャーのコストで除外されていたので、相手のキャロットを除外しておくのだ。ミカエリスの効果ではパークスをサーチなのだ。後攻だとミカエリスをまず出して、ミカエリスでパークスサーチすることが結構多いのだ。パークスではステラをサーチして、さらに展開を続けていくのだ。参戦の際を打ち忘れてたので、ここで打っておくのだ。ドローかハンデスか迷うところだけど、このままじゃ時短の妨害やリソースが足りなそうなので、ドローを選んでおくのだ。これでリタニアをドローできたのが大きいのだ。カスピテルをエクシーズ召喚して、後続のマルファをサーチしておくのだ。展開は伸びてないけど、妨害を全て踏み越えてトラックの妨害を用意できているのがかなり優位なのだ。スプライトは安定性と妨害力はあるけど、除去能力は強くないし打点も稼ぎにくいので、とにかく妨害を踏み越えて長期戦に持ち込む意識がポイントなのだ。戦闘でどのモンスターを除去しておくかだけど、やっぱり展開に使われるエルフとギガンティックを破壊しておくのだ。さらにマニキカの効果を使うことでレッドを除外しておくのだ。スプライトはレッドやキャロットを1、2枚しか入れてないことが多いので、除外すると妨害を用意できず困ることが多いのだ。サーバリスとリタニアをセットしてターンを返すのだ。相手は手札が何枚もあるから展開をしていくんだけど、落ち着いてピンポイントで除去を使うのだ。ここでマニキカの効果を使ってミカエリスに変身しておくのだ。先にエクシーズ召喚しておくことでリタニアで2体除外できるようにするのだ。さて相手のサーチはスターター。相手はここでスターターを打つとランクに縛りがつくので、アーゼウスを意識させるように1回エクシーズしてバトルフェーズに入るべきだったけど、すぐにスターターを使ってブルーから展開してきたのだ。これはワンキルを狙ってきてる動きなのだ。ブルーのサーチはレッド。そして相手は2体を使ってエルフを出してきたのだ。手札にレッドがあって出されると面倒くさいので、エルフの召喚時にミカエリスの効果を使ってしまうのだ。さらにエルフが蘇生効果を使ってくるんだけど、エクソシスターにとってエルフの蘇生効果はワリスの効果を使う大チャンスなのだ。デッキからエクソシスターが2体出てき
動されるのだ。ステラとエリス2体の効果をそれぞれ発動して、ティターンのリソース確保かつイビルツインの持ち蘇生を防ぐためのカスピテル。そして効果無効の効果を持ったジブリーヌを出していくのだ。カスピテルの効果を使って持ち蘇生をできなくするのだ。相手はリーラを出して破壊をしてくるんだけど、こんなのは無視して大丈夫なのだ。リソースが残っていて十分に勝ちきれる状態なのだ。妨害を踏み越えて長期戦に持ち込むというエクソシスターらしい勝ち方ができたのだ。2戦目はスプライトルーンなのだ。スプライトルーンデッキはエクソシスターなら簡単に勝てる相手なのだ。相手はデッキからフギンを出して泉をサーチする動きなのだ。フギンの泉サーチにうららを打つべきかは微妙なところで、今回はうららを打ってないのだけど、スプライト型が流行っている今の環境ならフギンに打ってもいいかなとは思うのだ。さあ相手はサーチした泉を張ってくるのだ。その後まどろみのルーンを打ってきて泉のドローを狙った動きなのだ。3枚ドローはさすがにうららで止めるのだ。ここに相手はスターターを打ってきて、相手はスプライト型だと判明したのだ。相手は先にスプライト展開してうららケアすべきだとも思うんだけど、これは泉へのうららよりスターターへのうららを恐れたということなのだ。ということはスターターを通さないと動けないような手札ということが予想できるのだ。ブルーからいつものスプライト展開が来るので、ここは少し早送りするのだ。通りスプライトの妨害はそこまで多くないので、これくらいなら十分に返せるのだ。まずは金券を使って様子見なのだ。ここでキャロットやうららを打ってほしいけど、スルーされたらそれはそれで OK なのだ。相手はエルフの効果を起動。これでイギリアを出しつつ1ドローを狙っているのだ。さあ6枚めくって、ここでは妨害を貫通できるエリスが良い力なのだ。その後はマルファから展開をしていくのだ。相手はこれに合わせてうらら。マルファは通したいのでハカーナを打ちたいところだけど、ここはちょっと技ありのプレイング。先にパークスを打つことで相手のキャロットを誘うのだ。キャロットを使ってくれたらマンを持たしてハカーナを打つのだ。まあここはハカーナでうららを止めなくてもパークスハカーナと召喚権で打てた気もするね。ちょっとうまいプレイングをしたかったのだ。とにかくこれでマルファが通って展開が継続できるのだ。相手はエクシーズ召喚をさせたくなかったのか、ここでマスカレーナを使ってくるのだ。ただ手札のエリスが見えているはずなので、相手は待った方が良かったかもしれないのだ。ユニコーンを使ってマルファを除外してくるけど、手札のエリスの効果を使って展開が続いていくのだ。この後はエクソシスターのいつもの展開なのだ。しつつさらに除外効果で盤面を片付けていくのだ。2体を使ってマニフィカを出して攻撃と除去効果で盤面がまっさらになって、これで勝ちになるのだ。スプライトルーンってスプライトの妨害とルーンのドローが噛み合う時は強いけど、その分手札誘発を受けやすくなるし、妨害をもらって片方のギミックしか回らないと極端に弱くなるので、ルーンの型の中ではおすすめできないのが率直なところなのだ。少なくとも手札誘発を多く入れられるエクソシスターではかなり勝ちやすいデッキの部類になるのだ。
ライトだけどエクソシスターの強みをテーマに見てほしいのだ。とりあえず手札にエクソシスターモンスターがいないのでアークスでマルファをサーチして動いていくのだ。そしてマルファの効果を発動。ここに G が来たのだ。ここでストップ。手札にはハカーナ抹殺がある状態なのだ。一体どうするのが正解なのだ。まず平凡なのがハカーナを使う選択なのだ。ハカーナで G を止めてそのまま展開すると例えばこんな盤面になるのだ。でも G を止めたのになんだか展開が伸びていないのだ。実は抹殺を打った場合はもっと展開が伸びるのだ。 G を抹殺で止めた後その G をハカーナで除外すればマルファの効果を発動できてさらに展開できるのだ。詳しい手順は省くけど最終的にこんな盤面になるのだ。ハカーナで G を止めた場合より強い盤面になっているのだ。というわけで今回は抹殺を G に打つのが正解なのだ。ただここで考えてほしいのだ。そもそも G を止めないという選択肢もあるのだ。手札にエクソシスタートラップを追撃していてすでに妨害が揃っている状態なので別に展開しなくても強い手札なのだ。これが冒頭で話したエクソシスターの強みで追撃のトラップが強いこと、すなわち G の受けが強いことなのだ。たまたまハカーナと抹殺を引いてたから展開を伸ばせるけどここはあえて何もしないという選択肢を選んでデュエルを進めてみるのだ。場にエクソシスター2体が並びカードを4枚セット。相手に1枚ドローされるけど強い盤面なのだ。さて相手にターンが回ってまずはブラックホールなのだ。全体除去として優秀で僕も注目してる高考察なのだ。さてこれで場のエクソシスターがいなくなってしまうのだけど妨害がモンスターとトラップに分かれているのもエクソシスターの強みなのだ。さあ相手がレベル2を出してきたのでスプライトだと分かるのだ。バディスとリタニアで除去をしていくのだ。ハカーナ抹殺も残しているので相手がバディスにララを打ってきてもケアできるのだ。リタニアで1枚のビーバーを除外した後場のエクソシスターでエクシーズ召喚ミカエリスを出すのだ。そのままミカエリスの効果でビーバーも除外してしまうのだ。相手にスターターがなければこれで勝ちなのだ。参戦の際を打ってくるけどこれは抹殺で無効にできるのだ。これで相手はなすすべがなくなってしまったのだ。ミカエリスさえいればアークスをサーチして展開できるのでこれでワンキルして勝ちなのだ。ここでマルファを召喚しハカーナを使って相手の墓地のカードを除外。これでマルファの効果を起動させるのがちょっとしたポイントなのだ。エクソシスターが G をもらった時たとえハカーナを握っていてもそのハカーナを打つべきなのかは一度考えてみてほしいのだ。さあ次のデュエルはトライブリゲードスプライトが相手なのだ。このデュエルで注目したいことはエクソシスターが手札誘発を採用する強さなのだ。相手は愚かな埋葬から動き出してくるのだ。ここで落としたのはキットで相手がドライブリゲードデッキというのがわかるのだ。キットの墓地効果でナーベルを落としそのナーベルの効果によってケラスをサーチ。いつものドライブリゲードの動きなのだ。ケラスを召喚しその後スプライトブルー。スプライト型のドライブリゲードが多い環境なのでここはケラスが召喚した時に G を打つべきだったのだ。相手にスプライトが入っているのが見えたのでここで G を打っていくのだ。それを見て相手はケラスの効果を発動。ベアブルムからエボルトまでサーチされたら嫌なのでここは包容で止めておくのだ。相手がちょっと展開してきてこちらのターンのドローフェーズで G なのだ。相手がドローフェーズに打つのは参戦の再ケアなのだ。さすがに後方で G を打たれるのは辛いんだけどとにかくマルファから動いて盤面を返していくのだ。
いろいろ動く前にドローを見たいので、手札のイレーヌを召喚し、効果で手札のダブったリタニアを戻して1枚ドローをするのだ。引けたのはうらら。ドロー効果を持つモンスターがいるエクソシスターでは、素引きしてすぐ妨害になる手札誘発はとても相性がいいのだ。さて、最低限の展開で妨害を用意しつつ、相手の盤面をめくっていくためにミカエリスをエクシーズ召喚するのだ。ミカエリスでワリスをサーチし、これでトラップの妨害が用意できたので、あとは攻撃と除外効果で盤面のモンスターを減らしていくのだ。ちなみに相手の伏せカードはスマッシャーズだと思うんだけど、スマッシャーズのコストで墓地のカードを除外すると、こちらのマルファの効果が起動するので、使いにくくなっているのだと思うのだ。さあ、相手の場にレベル2が残ってしまったのが怖いけど、トラップ2枚と手札誘発2枚でこちらも強い盤面なのだ。ターンを返してすぐ G を打っていきたいのだ。と思ったけどチェーンオフにしてたのだ。相手はフラクトールからドライブリゲードのいつもの動き。展開される前に G を打っておくのだ。この G に対して相手はハカーナ。はい、ここ注意してほしいのだ。相手のハカーナに対してワリスを打つのがとても強い動きなのだ。エクソシスターが手札誘発を対応に採用すべき理由はハカーナを打たせるためなのだ。つまり相手のハカーナで墓地のカードを除外させることでエクソシスターの固有効果を起動できるのだ。さらに言うならば、相手はこちらがエクソシスターだと知っただけでハカーナがかなり打ちにくいカードになってしまうのだ。純正元とはいえどのデッキにも入っているハカーナに対して強みを取れるなら手札誘発をできるだけ採用するのが僕は一番強い構築だと思うのだ。さて、ちょっと話がずれてきたからデュエルに戻るけど、いろいろな処理が行われた後、バリスでエクソシスターに体が出てきて、その後ハカーナで墓地の G が除外されるのだ。これで G は無効になってしまうのだけど、場にエクソシスターがいる状態で相手によって墓地のカードが離れたので、これで場のエクソシスター3体の固有効果が発動されるのだ。これでミカエリス、ジブリーヌ、カスピテルなんかを出せば除外、無効、墓地蘇生封じができて相手の展開を止めてしまえるのだ。さすがに手札2枚じゃ超えられないのでこれで僕の勝ちなのだ。手札誘発をたくさん採用する意味が分かってもらえたと思うのだ。次はエクソシスター戦なのだ。対エクソシスターをめくるのは難しく、基本的には先行の勝ち、手札誘発次第で後攻の勝ちって感じなんだけど、気をつけるのはエクシーズさせないことなのだ。さて、こちらのアトラクターに対して相手は G なのだ。動いてもしょうがない手札なのでアトラクターのパワーを信じてターンを渡すのだ。相手はエクソシスターなのだ。当然アトラクターは刺さらないのでアトラクター採用のおやめと言える相手なのだ。相手はエクシーズしてミカエリスを出してきたのだ。後攻でエクソシスターがミカエリスから出すとき、ほぼワンキルのダメージを出す展開ルートがあるんだけど、詳しくは概要欄かコメント欄を見てほしいのだ。ただアトラクター下でその展開ルートは使えないので、このミカエリスはトラップをサーチする予定のはずなのだ。何にせよ包容で止めるのがいいのだ。これで相手は展開が止まったのでバトルフェーズ。しかしエクソシスターは素引きのトラップが強いデッキなので、やっぱり伏せカードがあって妨害されそうなのだ。こちらのターンになってまずレーヌを召喚、効果を使って手札入れ替えをするのだけど、これで引いたのがアトラクターで大ピンチなのだ。エリスを特殊召喚してエクシーズを狙うのだ。ここでエリスを除外されてたら負けだったんだけど、アークスとかを恐れたのか除去しなかったのが相手のミスなのだ。ランク4にはこのカードベルズリュートがいるのだ。相手は慌ててリタニアを打ってくるんだけど、リュートはフリーチェーンなのでもう遅いのだ。リュートの効果で盤面はまっさらになるのだ。ここで相手の手札にリソースがあればリタニアを打ったタイミングは正しいけど、そうでなければドロー勝負になっていくのだ。手札誘発が1枚あるだけこちらモブがあるのだ。あとは運命勝負なのだ。
マルファを引けたのは僕だったのだ。相手に手札誘発がなければこれで僕の勝ちなのだ。レクシーズを許してしまったのが相手の敗因というわけなのだ。最後にデッキレシピについて解説していくのだ。まずデッキ全体のコンセプトとして手札誘発を多く入れることを意識したのだ。理由は対戦動画中で述べた通りで、展開を止めても強い盤面にすること、ソフィアやイレーヌのドローを強くすること、妨害をモンスター、トラップ、手札と分けて貫通されにくくすること、ハカーナを相手に打たせること、この4つがあるのだ。拮抗勝負や冥王結界派のような高校まくり殺ではなく手札誘発を優先することでエクソシスターの強みを最大限に引き出せるのだ。今回採用した手札誘発はベーラー、G、ウララ、アトラクター、包容なのだ。まず G とウララは説明不要だろうけど、多くのデッキに刺さる手札誘発なので採用なのだ。続いてベーラーと包容は除去効果ばかりで無効の少ないエクソシスターでモンスター効果無効の役割を担うため採用なのだ。アトラクターは残機やルーンを見た採用なのだ。スプライトに対してもリソースを大きく削ることができるのだ。相手ターンにアトラクターを打てば自分のターンになった時 G やベーラーを防げるのも優秀なのだ。一方でアトラクターを使うとウサギが打てなくなるので、今回の構築ではウサギを不採用としたのだ。続いてエクソシスターの枚数を見ていくのだ。マルファとエリスとステラとパークスは3枚なのだ。展開で必ず使い、先行でも後攻でも必ず引きたいカードたちなのだ。イレーヌは1枚、ソフィアは2枚なのだ。そもそもなんだけどエクソシスターはデッキにエリスを残すのがすごく大事なのだ。なぜならエリスがデッキにないとマルファの効果が使えないからなのだ。できるだけデッキのエリスを使わないためにバディスで出したいのはイレーヌとソフィアなのだ。だからイレーヌとソフィアは最低限1枚は必須なのだ。さらにドロー効果を持つソフィアは上振れた時にサーチして使うのでソフィア2枚目も採用しているというわけなのだ。エクソシスタートラップはそれぞれ最大枚数を採用するのだ。どちらも素引きが強いカードだからなのだ。汎用カードの採用について見ていくのだ。まずハカーナは最大枚数採用なのだ。手札誘発を止めたり相手の墓地効果を止めるだけじゃなくマルファの効果を起動させるエクソシスター最強カードなのだ。今回は抹殺も採用しているのだ。ウララや包容を止めるだけでなくミラーでリタニアを止めれるのがかなり強いのだ。金券も1枚採用してるのだ。エクストラデッキに自由枠が多いのでコストは気にならないしデッキの安定性を高めてくれるのだ。ここまでが39枚で残り1枚を考えた時僕が選んだのは参戦の際なのだ。先行でも後攻強いカードだし金券で選べる強いカードが欲しいと思って採用したのだ。ここの枠だけは唯一なんでもいいと思うのだ。最後にエクストラデッキを見ていくのだ。エクストラデッキはかなり自由でいいと思うんだけどミカエリスは3枚目使うことがあるので3枚欲しいと思うのだ。汎用枠ではリュートとアーゼウスは必須だと思っていてリュートが使えない時やアーゼウス行くようにワグースか少ない枚数でワンキル決めに行くようにアクセスのセットを入れているのだ。この枠に12獅子を入れて素材を多く持ったアーゼウスを出せるようにした構築も見かけてそれも良さそうだと思ってるのだ。以上がエクソシスターの構築紹介なのだ。なんとなくデッキをコピーして使っていた人が1枚1枚の採用理由を説明できるようになったら僕も嬉しいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いするのだ。